こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみ椎名です。今回は6月後半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと6月30日をもって外れるタイトルをご紹介します。ぜひ最後まで見てね。Need for Speed Unbound 6月22日からゲームパスアルティメットに対応します。昨年12月に発売したばかりのシリーズ最新作が早くも追加されますね。本作の売りはリアルとアニメのトゥーン調グラフィックを融合させた映像美となっていて、今までにない彩色豊かなエフェクト演出が派手で走っていて楽しいんですよね。本作にはストーリーモードが収録されていて、一人で楽しめる作りとなっています。ザ・ブックウォーカー6月22日発売日初日からゲームパスに対応します。本の中に飛び込む能力を持つ作家から泥棒へ転身したエティエンヌ・クイストとなってプレイしていくストーリー型のアドベンチャーゲーム。現実と本の世界を行き来することができ、現実世界では一人称視点、そして本の世界では見下ろし視点で物語を進めていきます。西部劇のシーンやサイバーパンクな近未来など様々な舞台を冒険することができます。アクション要素やパズル要素も含まれるとのことです。グランブル・ザ・マウンテン・キング6月27日からゲームパスに対応します。今年の4月に発売したばかりの最新作ですが、早くもゲームパスに追加されます。運命に呼び寄せられた少年オーリとしてさらわれた姉を救い出すために邪悪なクリーチャーや底知れぬ狂気が立ち込める世界を冒険するホラーアドベンチャー。世界観やストーリーは北欧神話から影響を受けていて、綺麗でありつつも残酷な表現が多数含まれるダークなテイスト満載なゲームとなっています。ゲーム性はジャンプやダッシュを活用して進めていくシンプルなシステムで、リトルナイトメアに近い作りなのかなと感じます。映像表現や演出に力を入れた没入感の高いストーリーを楽しむことができます。おとぎ話のような作りでありながら、語話表現にはかなり気合が入っているとのことで、気になっていたものの未プレイでしたので、遊べるのがとっても楽しみです。フィストグレン城の闇6月27日発売、ゲームパスに対応します。2021年に PS4 や PC でリリースされた今作が Xbox でもリリースされ、ゲームパスに追加されます。拳を鋼鉄に変えたウサギになって様々な武器を切り替えて広大なディーゼルパンクの世界で戦っていくメトロイドバニア。ステージには数えきれない隠し部屋に隠しルートや近道などが存在し、多くの探索する楽しさが備わっているほか、戦闘面でも拳やドリル、ムチなどを巧みに使って連続コンボや長距離攻撃を即時に切り替えでき、戦況に応じて最適な攻撃方法を使いこなして爽快なアクションを楽しむことができます。やったー、ウサロイドバニアだー。牧場物語大海のミネラルタウン6月29日からゲームパスに対応します。前回のルーンファクトリー4に続いてマーベラスタイトルの連続対応となりました。本家牧場物語シリーズとして2003年にゲームボーイアドバンスで発売されたタイトルをフルリメイクした作品。かわいい牛さんや鶏たちに囲まれながらまったりと牧場運営を楽しむことができます。元が携帯機向けだったということもあり、ゲーム性はかなりシンプルですが、シンプルがゆえについつい熱中してしまう中毒性もあります。私ちょこちょこ遊んでいますが、その見た目に反して実績はかなりの難易度を誇っています。ぜひ皆さんも牧場ライフ楽しんでみてはいかがでしょうか。プレイグテイルレクイエムすでに昨年10月にリリース済みですが、6月29日にアップデートで日本語に対応することを販売元が公表しています。病が蔓延するフランスを舞台に、姉のアミシアと弟ユーゴの美しくもあり残酷な世界観での逃避行が描かれるアクションアドベンチャーゲーム。
姉のアミシアは投石をうまく利用して逃げたり隠れたり、時には不意打ちで敵を倒していきます。そして弟ユーゴの方は不思議な能力により驚異的な量のネズミの大群を操ることが可能です。ちなみに基本的にゲームパスの対応期間はタイトルごとではなくメーカーごとによって異なる傾向があり、あくまで参考程度のお話となりますが、前作プレイグテイルイノセンスのゲームパス対応期間は2年半とかなり長期的でした。そしてここからは6月30日をもってゲームパスから外れるタイトルからおすすめをご紹介します。ロード96、独裁国家から脱出を試みるため、いろんな手段を用いて国境を目指すストーリー性重視のアドベンチャーゲーム。ヒッチハイクをしたり、資金があればバスやタクシーを利用したり、時には盗んだ車など、プレイヤーの行動、選択によってその道は様々です。国境を抜けて脱出するのは容易ではなく、この世界では警察官をも信用することはできません。一見見かけ優しい人を信じて行動を共にするのか、それとも明らかに危険な不審人物の言うことを信じてついていくのか、それはあなた次第です。一周約1時間ほどのボリュームで遊べて、周回することに異なるイベントが発生し、時にはアクション要素も含まれるため、慣れることなく楽しめる作品構成となっています。ぜひ自分の力と想像力を駆使して国境越えを目指してみてはいかがでしょうか。私はクリアおよび実績コンプまで6時間でした。おもり、現実世界と精神世界を行き来する傑作ホラー RPG が外れる形となります。エンディングが3種類あり、そのうちの2つは通常ルートの最後の行動次第で変化しますが、もう一つのエンディングは全く異なったプレイ方法が必要なため、必然的にプレイ時間は長くなってしまいます。私は全ルートクリアまで30時間でした。本作については5月のクリアレビュー動画で詳しく熱く語らせていただいたので、ある程度省略させていただきますが、とにかく優しさと狂気との組み合わせ方が絶妙で、独特な世界観でありつつも平穏で可愛い雰囲気が少しずつ狂っていく。そしてその狂気が次第に大きくなっていく。じりじりとした先の展開への不安がなんとも見事な作品でした。ホラー要素や残虐な表現も含まれるので、怖いの苦手な方は注意ですが、多くの人に触ってほしい傑作です。ということで、今回は6月後半にゲームパスに追加されるタイトルと外れるタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox 関連の最新情報をまとめていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。Twitter の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。